どうもこんにちは、まみよしです。iPhone 14、14 Pro、14 Pro Max とこのチャンネルでレビューしてきたんですけれども、今回は一つだけ発売が遅れていたこちら iPhone 14 Plus、こちらのレビューしていきたいと思います。で、今回の iPhone 14シリーズに関してはこんな感じで4つのバリエーションなんですけども、iPhone 14買うんであればこっちの14 Plus の方がいいんじゃないかなと思ってるので、大きさとか重さ、そして画面サイズで実際に使った時どうなのかっていうのをチェックしていきたいと思います。やっていきましょう。そしたら開封していきます。今回はパープルの 128GB を購入しました。いきます。オープン。おー。なんか、モック見た時は、このカメラパンプが小さくて変な感じかなと思ったけど、実物見た感じ意外といいかも。で、付属品は Type-C to ライトニングに SIM ピンと紙とリンゴステッカー。そしたら本体見ていきましょう。まずカラーに関してはこんな感じで結構薄い感じのパープルになってます。側面も薄い感じ。なんかね、遠目で見たらシルバーに見えるぐらい結構薄めな紫になってます。で、カメラ部分は iPhone 14と全く同じサイズですね。バランスがいいのはでもやっぱり iPhone 14かも、裏面。じゃあちょっとね、フィルムとケースつけていきます。iPhone 14シリーズの中で一番綺麗に貼れたかも。そしたら今回のこちらの iPhone 14 Plus に関しては、サイズの小さい iPhone 14 Pro よりも軽いらしいので、ちょっとね、重さ比較していきたいと思います。まずは iPhone 14 Pro。で、今回ね、全部同じケースとフィルムつけてるので、その辺は変わらない。まず iPhone 14 Pro。225g に対して、持った感じでね、結構違う。こっちが215ぐらいかな。どうだろう。225。全く一緒だ。14 Pro 225、14 Plus 225、14 Pro Max に関しては259なので 34g Pro Max が重くなってます。結構ね、この軽さすごいね。この14 Pro と14 Plus 持ってるんですけども、なんか大きさのせいなのか、この14 Plus すごい軽く感じる。14 Pro はずっしり感がある。なんでこれ14 Pro でちょっと重いなって思ってる方でも14 Plus ね、意外といける気がします。で、Pro Max と比べると、やっぱ全然違うな。なんかずっしり感がすごいあります。なので 6.7 インチでかいサイズが欲しくて、でも軽いのが欲しいとか、あとはこっちのね、プロマックスよりもプラスの方が3万円安いので、このね、14プラスっていうのは結構選択肢としてありなんじゃないかなと思います。そしたら設定して実際に、動画とかね、ゲームがどのくらいの大きさで見れるのかっていうのをちょっとね、14と比較していきたいと思います。ということで iPhone 14と iPhone 14 Plus 中身全く同じにしたので、この 6.1 インチと 6.7 インチでどのくらい見え方に差があるのかっていうのをいろんなアプリでチェックしていきたいと思います。まずは一番興味があるであろうゲームの見え方からやっていきましょう。ゲームの見え方に関してはこんな感じ。ゲームのね、操作性とかに関してなんですけども、14 Plus の方が圧倒的にやりやすいですね。こういう細かい射撃のボタンとか、あとはスライディングのボタンとか、そういったのがね、iPhone 14 Plus の方が格段に押しやすくなってます。あとは、親指とかね、結構幅が広いと思うんですけども、そういうのもね、違うボタンと干渉しなかったり、かなりゲームに関しては 6.7 インチの14 Plus の方がやりやすかったです。で、ゲームをやるんだったらね、プロの方が 120Hz 対応してて有利だと思うんですけれども、実はね、この iPhone 14 Pro は、こう Apex Legends とかで80フレームとか出すと、熱暴走して画面が暗くなっちゃったり、原神とかもそうですね。結構ね、熱々になっちゃったりするので、60Hz でね、画面が暗くならなかったり、そういった方がね、ちょっと大事な気がしてきたので、ゲームを快適にやりたいって人が、プロシリーズじゃなくて14プラスを選ぶっていうのでも全然いいのかなと思います。ゲームに関してはね、14プラスめちゃめちゃ快適にできました。続いては YouTube の動画の見え方チェックしていきましょう。今ね、ここのヘッダーのところで合わせてるんですけども、まず表示領域っていうのが違います。iPhone 14はサムネイル1個、2個と0.2 個分ぐらい表示されてるんですけども、このプラスシリーズ 6.7 インチに関してはサムネイルっていうのがね、3つとも全部フルで表示されてます。こういうところでもね、ブラウジングの快適性っていうのが結構変わってくるのかなと思います。じゃあ動画見てみます。縦画面の場合はこんな感じ。上でね、しっかり動画合わせてます。若干大きく見えるけど、めちゃめちゃ変わるかって言ったらそうでもないですね。両方ともね、大きさとしては十分かな。縦に並べると、こんな感じ。縦画面で見たときはそんなにね、大きさの差っていうのは感じないですね。続いて横画面で見ていきます。横画面で左側ね、合わせてみました。これはね、結構差がわかるかと思います。人差し指1本分ぐらいね、横幅っていうのが違います。結構こういうテロップの大きさとかも大きく見えるし、全体的にね、迫力がある感じで動画が見れます。よく動画を見る人だったらプラスの方が見やすいかな。あとこういうね、ピクチャーインピクチャーの時っていうのは結構変わると思います。こうやってね、小さく四隅に表示して
しておいて、ブラウジングしながら見るとか、そういった時はね、14プラス 6.7 インチの方が見やすいのかなと思います。横動画はそんな感じ。そしたら次 TikTok 見てみましょう。TikTok の場合もサムネイルの表示数が違いますね。6.1 インチの14は2個入りきってなくて、14プラス 6.7 インチはしっかり2個分入りきってます。で、動画の見やすさに関しては、縦画面の時は14プラスの方が迫力あって見えるかも。多分 YouTube の場合は16対9で、ここのね、黒帯っていうのがあるからあんまり変わらないように見えるんですけども、TikTok とか全画面で表示できる動画に関しては、14プラス 6.7 インチの方が見やすいかと思います。まあでも両方ね、見やすいですね。はい、続いてブラウジング行きましょう。ブラウジングもね、結構表示領域っていうのが変わってきます。左側はこのアイコン全部入りきってないけど、右側は全部入りきってます。で、あとは記事とか見るとき、左側はね、目次っていう文字までしか入ってないんですけど、右側は購入したスペックカスタム内容とか、実際使ってみてどうだったのかとか、文字3行分ぐらい 6.7 インチの方が広く見えます。見やすさとかに関してはどうだろうな。こんな感じですね。なので一画面に大量に表示したいっていう方は、プラスシリーズ選んだ方がいいのかもしれないですね。あとはマップの表示ですね。マップの表示、検索した時はね、幅に関しては一緒なんですけども、大体同じサイズにするとこんぐらいかな。若干ね、広く表示できるので、マップ、カーナビとか使う人にとっても 6.7 インチの大画面は操作しやすいのかなと思います。あとは14と一緒ですね。本当に画面サイズがでっかくなっただけっていう感じです。で、サイズ感に関してはこんな感じ。もう僕結構ね、手大きめなんですけども、6.1 インチだと、ちょうどいい感じですね。ちょうどいい感じで、6.7 インチだと、やっぱりちょっとでかいなって感じます。なので、6.7 インチ使う場合に関しては、アイリングをつけたり、あとはマグセーフで貼れる、スマホリングとかがあるので、そういうのはね、必須だと思います。14無印だと、リングつけてなくても上まで届くけど、14プラスだと、届かないですね。で、あと、気になる重さなんですけども、14は、結構軽い。14プラスも、なんかね、重いって感じることはないかもしれない。なんか普通って感じかな。14プロはね、ずっしりする。これとこれね、全く同じ重さなんですけども、やっぱり14プラスの方が軽く感じますね。14プラスね、今回めちゃめちゃいいと思う。今回の iPhone 14のバリエーションとしては iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max の4機種なんですけども、個人的おすすめは、プロシリーズだったら14 Pro。で、無印シリーズだったら、やっぱり14プラスの方がいいかな。なんか14買うんであれば、全然13でもいい感じがします。ということで、今回 iPhone 14 Plus 実際に買って使ってみたんですけども、普通におすすめできると思います。望遠レンズを使わない人、超広角でマクロ撮影しない人、であとは 120Hz いらなかったり、大画面欲しいけどそこまでのスペックいらないとか、あとゲームする人だったらね、やっぱりプロマックスとかプロシリーズの方がいいかなと思ったんですけども、熱問題とかのことを考えると、全然14プラスでも十分なのかなっていう感じで、結構万能な機種なので、これから買うんであれば14プラスかなりいい選択肢になるかと思います。ということで以上 iPhone 14 プラスのレビューでした。バイバイ。